はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。ご覧になる前にぜひ、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと、今、期間限定で、無料カウンセリングをやっておりますので、ぜひ、概要欄の方をご覧ください。それでは、今日のテーマは、あの人は私に対して本気浮気というテーマでやっていきたいと思います。画面の赤、青の字、一つ直感でお選びください。コメント、概要欄の方に開始時刻が書いてありますのでご確認ください。はい、それでは赤を選んだ方のあの人は私に対して本気浮気を解説、鑑定していきたいと思います。それでは、あの人目線で、鑑定していきますので、よろしくお願いいたします。はい、早速ですね、中央の2枚のカードから見ていきたいと思います。あの人の状況、心境なんですけども、左です。状況ですね。こちら、5、ソードの5が出ています。これ、端的にこのカード、一見悪そうには見えるんですけども、これはね、どちらかというと、あの人は今の状況をすっきりしたい、リセットをしたいという気持ち、別れたい、必ずしも別れたいという意味ではなく、いろんな問題であったりとか、その2人の中のややこしいこと、これをクリーンにしていきたいなという気持ちになるのかなというふうになっております。ですので、あまりマイナスに捉える必要はないんですけども、今抱えているストレスになること、これを改善していこうという気持ちが強いです。でこちらの、障害となっているものとして、これ割と主導権が、握られている部分があるというふうに出ています。これはあなたに対してあなたがあの人に対して主導権を握っている部分、そういうところが、不満に、感じちゃっている、そういう部分なのかなというところが出ております。はい、これ一応解説として本気浮気っていうところで、見ていくんですが、まず状況をじっくり見ていくっていう形ですね。はい、それでは次、顕在意識、テンパレンス、これは順調に物事を進めるという意味合いなんですけども、逆に出ているので、予定調和ではないと。あの人から見てあなたとの関わり合いというのは、あの人の想定の範囲内に動いていない。あの人の思っていた通りに動けていない。そういう気持ちというのがあるのかなっていうところ。それはあなたに対して、先ほど言った主導権を握られているという部分、これが少し不満に感じちゃっている部分なのかなというふうに、見て取ります。はい、ここまでの3枚のカードを見ると、やはりあなたに対しての何かしらの不満という部分があの人の行動を鈍らせている、そういうふうに感じます。はい。やはりそうですね。深層心理の部分でも、あなたに対しての警戒心であったりとか、自分の中の殻にこもってしまうような、状況というところが想定されます。どうしてもあなたに対して心を閉ざしてしまう、そういう雰囲気になっているのかなというふうになります。これはあなたも結構気づいている部分はあるのかなというふうに思いますが、やはりそれはお二人の中ので解決できる問題になりますので、これじっくりお話し合いをするべきなのかなというふうに見ております。じゃあその要因となった過去はどういうことがあるのか。やはり大きな決断であったりとか、決め事というものをあなたから切り出した決断というか、そうですね、切り出したということ、
それが大きなターニングポイントになっているのかなというふうに思います。でここまでで、過去現在健在意識、深層意識の部分を見ますと、あなたとの関わり合いというところに対して、ストレスに感じる部分がありますと。それによって警戒心も抱いて想定内の行動ができていないとあの人は感じている。それはあなたとの中で決め事やあなたが、少し自分勝手に感じるようなことというのが要因になってくるのかなというふうに思います。で今回、本気か浮気かっていうところを見ると、やや少しあなたに対する気持ちっていうのは、薄れてきている可能性が高いというふうに、見て取れます。ですが、現状でこの向き合っているというところなので、現状で浮気をだったりとか二股、というものはない、いうふうに見て取れます。要はあなたと向き合っている上で少し気持ちが薄れている、そういう状況に、なっているのかなと思います。はい、それでは、今後の未来についてお話ししていきたいと思います。あの人は、あなたとの関わり合いの中で解決策を明確に見つけること、そしてそれを実行することというのがなかなかできないというふうに出ております。それは先ほど言ったあなたとのストレスを解消したいという課題に対して、解決策を自身で見つけられない。そして誰かを頼るということもあまりされないっていうところ、これがポイントになってくるのかなっていう。なのであなた自身が少しね歩み寄るというところがいいかなというふうに言っております。どうしてもその一人で考えてしまうとか独りよがりになってしまう部分があるので、よりあなたとの距離というものがここで離れてしまう可能性というのがここでは出てきております。はい、じゃあ、その状況を放置した場合、今後のあなたの状況と、周辺の理解はどう進むか、っていうところ。ザ・タワーが出ています。これはね、非常に気をつけなきゃいけない部分です。これはあの人の立場も悪くなる、あなたとの立場も悪くなる部分が出ております。これはね、非常に悪い方向に進みやすいですが、このカードがここに出ていたとしても改善は可能です。それは、こちらのカード、関係をしっかり、構築する、コツコツ、関係を構築するという意識、が、必要になってくるのかなと思います。なので、この2枚がこう隣り合わせにあるという意味は、非常に困難な状況にあっても、あなた自身の心構え、行動によって、予防であったりとか、防ぐことが、できるのかなというふうに、感じますね。ですので、感じます。じゃあ、それで結論を見ていきましょう。ザ・チャリオット。これね、相反するカードが出ています。これは、あの人自身の一人で前に進む、あの人自身の決めたことに一人で行きたいという意思の表れと、あなたとしっかり向き合うという、どちらかというと真逆に近い意味合いのカードが出ています。それによってあなたとの関係というものが非常に大きく変わってくるというところになっていますね。これね、しっかり向き合えば、先ほどのカードも見た通り、すごく良い方向性であったりとか、より深い関係性になり得るのかなとも思います。こちらはもうやはり逃げ出す可能性というものもありますね。はい。で、まとめとアドバイスなんですけど、このまま、あなた自身として、うまくいきたいと考えるのであれば、寄り添う。そして、あの人が、サポートしてほしい、そういうところをしっかり、寄り添ってあげる。これが、いいのかなというところ
で、テーマの、本気なのか浮気なのかに関して言うと、浮気はしてないです。本気だからこそあなたに対して非常に、悩んでいる。ですが、自分で答えを見つけられない、行動できないので、あなたのサポート、これをしっかりすることによって、よりね、関係が深まっていく、そんな、状況なのかなというふうに思います。全体的に見ると、浮気の心配はないかなというところなので、しっかり向き合っていただければなと思います。はい、それでは赤の解説を終わりにします。参考になった方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。また、あれですね、概要欄の方にも書いてあるんですけども、無料カウンセリングというものもやっておりますので、こちらの方ぜひ、ご覧になっていただければなと思います。はい、失礼します。それでは青を選んだ方のあの人は私に対して本気浮気の解説をしていきたいと思います。目線はあの人目線で鑑定していきます。はい、まずはあの人の状況、心境から見ていきたいと思います。エースオブカップ、はい、新たな恋の始まり、恋の始まりというよりは今の状態よりも、恋、が強くなっていくイメージですね。それはあなたに対して、もちろんあなたに対しての思いというものが非常に、強くなっていることが予想されます。で、エースというのは、エースというのはカップの中でも一番強い、意味合いを表すカード、そしてカップは恋愛感情を表すカードになっておりますので、非常にあなたに対して、強い思いというのを感じます。ですが、その強い思いがゆえに、心と体のバランスが、崩れて、しまう状況になっているのかなと思います。これはね、なんかこうあなたに対してすごくプラスの意味で強い思いで抱くんですが、すごくあなたの状況がよりちょっと困難に、なっているのかなというふうな部分を感じます。それはちょっとね、このカードでは完璧には読み取れないんですけども、それを思い余るあまり、あの人も少し体調を崩しちゃったりとか、不安になってしまう、そういう状況なのかなと思います。はい、ザ・マジシャン、健在意識のところにマジシャンが出ております。これ何かの始まり、もちろん恋の始まり、恋がより一層強くなるカードでは、先ほども出たエースオブカップという意味のカードとも一緒になるんですけども、やはりあなたに対してすごく真正面から、気持ちを受けているというところになるので、これね、あなたに対して、本気ですね。これは本気じゃないとこの位置にこのカードは、出てこないので、浮気ということは、かなりの確率でないというふうに思います。はい。で、何が始まるのかなっていうところを見ていきたいと思います。これはですね、やはり失望であったりとか、すごく辛い思いを感じるカードに出ております。先ほどもね、すごい強い思いと、あなたに対する思いのあまりがバランスを崩すと出た、ように、あなたの不安な部分がすごく心配されているように、感じます。これはあなた自身だけでなく、あの人にもすごく関わるような、不安というものになっているので、どうしても、連帯になっているような、気持ち、そういったものが表すことができます。深層心理なので、すごくあなたに対して心配する気持ちというのが強いというふうに思います。はい、次なんですが、こちら過去の部分で見ますと、やはり
今まで大事な部分を捨て去ってきたというふうに思います。今まで大事な部分を捨て去ってきたことにより、あなたとの関係を非常にスリム化しています。これは悪いことではなく、非常に前に進むために何かを取捨選択というか、選択しなければいけない、そういう状況にあり、あの人自身も大切なものというものをなくすというよりは、スリム化して、今後に考えているというところが思います。で、ここまでのカードの流れで見ますと、あなたに対して非常に強い思いを持っている。ですが、あなたがどうしても不安を抱えることがあり、それに対してあの人が非常に心配されている。その心配のために何かをすると、犠牲を払ってでも頑張んなきゃいけないなという思いを感じております。ですので、あなたへの本気度というものはかなり高いというふうに見て取れます。はい、それでは、近未来についてお話ししていきたいと思います。やはりこの未来のカード、ページのペンタクルのカードが出ております。ですので、あなたへの思いというもの部分と、お金の部分というところがよりその心配の核となっていくのかなというふうにも見て取れます。先ほどお伝えした不安になる部分というのが、おそらく経済的な部分、お仕事であったりとか、そういった、部分が見えてくるのかなというふうに思います。それの解決策というものが明確に、まだ、示せてない、どうすればいいのかなという迷いがあの人に、出てきております。じゃあそれによって、周りの状況とあの人の今後の状況というのはどうなるかというところを見てみます。まずあの人の状況、非常にあなたに対して対等というか同じ目線に、なって、コミュニケーション、対話であったりとかをしてくれるのかなというふうに見ております。それは非常に今までは心配するけど、やはり同じ目線に立てていないところがあったりとかがして、どうしてもなかなか行動に移せない部分があったんですが、これからはね、非常にあなたにとって等身大のね、あなたをしっかり見て、助けてくれる、そういったあの人の状況というところが、見受けられます。ですが、やはりあの人がどう感じるかというところで見ると、やはりあなたからの愛情というものが少し感じれなくなってくるというところ、これはあなたと対等にしっかりコミュニケーションをするというふうに出ているものの、あなたからあの人に対しての気持ちというものがなぜか少し薄れてしまっている、そういう見方も見れることから、非常に、行動の捉え方っていうのは気をつけなきゃいけないのかなとも思います。はい、結論ですね。ページオブソード、これね、非常に、願望としてはあなたとの平和な、環境、一緒に過ごすことを望んでいる。そしてそれは問題なく叶うものであるんですが、ページオブソード、お二人の中の気持ちとしては問題なく叶うものなんですけども、外部、お二人で、確実に解決できないような、課題というものが、今後、生じてくる可能性がある。それを解決できない限り、前に進むことができないんじゃないか、そういうふうなことになっております。はい。結論からそのまとめ。じゃあまとめとアドバイスに行きたいと思います。あなたに対しての強い思いというのはありますが、そのあなたを不安になっているあなたに対して、
すごく助けたいという気持ちがゆえになかなかあなたとの関係性を進めることができないです。それは経済的な部分というところが要因となってくるのかなと思います。近いうちにあなた自身に対してあの人はあなたに対して非常に等身大対等な関係をしっかり望んでくれる。ですがあなたへの愛情というのを薄れると感じるのかなというふうに出ております。なので普通にいけばあの人はあなたに対して本気に考えてくれて平和な環境というのを家族ぐるみの平和な関係性というのは築けるでしょう。ですが外部的な要因によってなかなかうまくいかない可能性もある。これを点に今後注意していただければなと思います。これで言うと、まずアドバイスで言うと、まずあなたに対する本気度はあります。ですが、解決し得ない問題っていうのがあります。それはあなた側に不安が感じる部分、あなた側が不安に感じる部分です。それによってそれをあの人に押し付けるというか負担をさせすぎると関係性っていうのは築きづらいので、あなたもあの人に対する気遣いという部分も必要になってくる、そういうふうにカードが読み取ります。はい、以上で青の解説を終わりにいたします。参考になった方はチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。また概要欄にも書いてあるんですが、無料カウンセリングも行っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。